どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前動画にした60匹のグリーンネオンテトラが泳ぐ30センチキューブ水槽のことは覚えていますでしょうか？プリップリに育ったグリーンネオンテトラを一気に入れた水槽だったんですが、いきなり生態が増えたことで水槽内のバランス崩壊が危惧されていました。当初は苔まみれになるかと思っており、それなりに覚悟はしていたんですが、予想以上のことが起こりました。というわけで今回はそんな過密水槽のバランスがいろんな意味でおかしくなって大変になったので、頑張って対処していくところをお見せします。こんなことになったのは初めてで、割と衝撃的だったので、ぜひ最後まで見てやってください。というわけで早速やっていくんですが、グリーンネオンテトラを導入してすぐの映像から見ていきます。今まであまり生態を入れていなかったので、60匹を入れるにあたってトリミングや外部フィルターのメンテナンスと給水パイプの変更をしました。特に給水パイプを太くし、メッシュのフィルターをかませたのは良かったと思います。生態が多くなってゴミの量も増えるので、それがフィルターにダイレクトに行かなくなり、流量低下も抑えられて一石二鳥。そんな感じでグリーンネオンテトラ60匹を導入して1ヶ月後の状態がこちら。意外というか苔まみれにもならず、水草も順調に育ってきています。相変わらずポゴステモン脱線の成長が早いため、後継層に植えていたクリプトコリネドンキネンシスは見えなくなってます。差し戻しした株は茎が太くなって存在感が出過ぎちゃいますね。ポゴステモン脱線で茂み感を出すなら、細かいトリミングが必要になることが分かりました。隣のギニアンハイグロはそこまで変わっておらず、ぼちぼちな成長具合です。あまり見かけない新しめの水草でしたが、ちょうどいい成長速度で中継層にも使いやすそうな印象を受けました。肝心のグリーンネオンテトラは大きな流木の周りをぐるぐる回ってくれてとても気に入っています。さすがうちの水槽で1年半過ごしているだけあって、調子も崩さず元気そうです。続いて、それから2週間後の映像がこちら。ご覧の通り、ポゴステモン脱線がわっさわさになってます。やはり差し戻ししたのは間違いでしたね。勢いがトリミングしたものと全然違います。見てもらったらわかる通り、手前のトリミングしたところは小さい茂みになって可愛いんですが、奥側の差し戻し組が荒ぶってます。光を追い求めてぐにゃんぐにゃんになってますね。ポゴステモン脱線が荒ぶった結果、流木の周りをグリーンネオンテトラが周回できなくなり、自分のお気に入りの光景は封印されました。ギニアンハイグロはトリミングを繰り返したせいか、下葉が若干苔に侵食されてきています。ただ、葉自体が少ないので、悪い葉を落とすのはそんなに難しくなさそう。そして、先ほどは触れていなかったエキノドルステネレスブロードリーフがこちら。完全に前傾層のショートヘアグラスを飲み込みました。なんかこいつら最初から前傾層として植えられてましたよ、みたいな顔してますよね。中継部分にしか植栽していないのに、この荒ぶり具合は本当に恐怖です。水槽の四隅のところなんて、ランナーが渋滞を起こして横に広がるどころか、縦に伸びてきてますからね。侵略的外来種ですわ。というわけで、さすがに見苦しくなってきたため、2日後にトリミングをすることに。ポゴステモン脱線は調子に乗っている差し戻し組のみカットして、こんもり茂みになってる可愛いトリミング組は残しておきます。ついでにギニアンハイグロも高さを調整しておきます。トリミング後の映像がこちら。だいぶスッキリしました。というか、ポゴステモン脱線が短くなったことにより、エキノドルステネレスブロードリーフが後ろの方までしっかり繁茂していることが判明しました。ブロードリーフは正直、どう対処していいかわからずそのままにしてます。続いて2週間後の映像がこちら。若干ポゴステモン脱線の勢いが落ちてきたかもしれません。
さすがに何度もトリミングしてるんで仕方ないですね。ブロードリーフの方はというとこんな感じで、密度がやばすぎて枯れてる葉もちらほら出てきてますが、勢いは全く衰えていません。葉自体の背丈が伸びているのもあるんですが、葉の上にランナーを生やしてミルフィーユ状になって高さを稼ぎ始めてます。こいつを植栽するときはいろいろ考えないといけないですね。そこからさらに2週間後がこちら。結構後継層はいい感じになってる気がします。ギニアンハイグロと脱線の長さがつながってていい感じに一体感が生まれてます。まあ成長速度が段違いなんで、数日後にはカタカタになってるんでしょうけど。ただ、ギニアンハイグロの先に若干ですが黒ひげゴケが生えてきています。そして、ブロードリーフはそろそろ限界が来ているようです。四隅が完全に渋滞を起こしており、これ以上茂ると低床部分の水流が気になってくるので、重い腰を上げてトリミングをしていくことにします。まず最初は黒ひげがついているギニアンハイグロの葉をカットします。一枚一枚が大きいので剪定しやすいのが助かりますね。この水草はとても気に入りました。その後の映像がこちら。いきなり白濁りしてびっくりしたと思うんですが、これは後継層のクリプトコリネトンキネンシスを全部引っこ抜いたせいです。正直ギニアンハイグロとポゴスネモン脱線で見えておらず、存在感がなかったんですよね。あと前回動画にしたクリプトコリネオンリー水槽に使用するためというのもあります。プロホースで濁りを取りながらしたんですが、クリアな水にするのは難しかったですね。最後に肝心のエキノドルステネルスブロードリーフをトリミングしていくんですが、ここでとんでもないことが発覚します。それがこちら。根が詰まりすぎて低床がごっそり持ち上がります。まさかの地面ごと引っこ抜けるやつ。見てもらったらわかる通り、そこの部分に根が張り巡らされており、間のソイルがブロードリーフとともに持ち上がっています。こんな光景を見るのは初めてでとても驚いているんですが、それ以上にこれどうすればいいんですかね。ブロードリーフを持ち上げるイコール低床が持ち上がるということは、水槽の中身が全てひっくり返ります。さすがにそれは避けたいですし、そこまで来るともはやリセットと同義なので、今回は右側の後茎部分まで侵食したところは引っこ抜き、前茎部分は葉をカットして対処することにしました。ということで、作業中の映像は大変すぎて撮影できなかったんですが、ほぼ低床がひっくり返ったことによって余計水槽内が濁ってきたので、プロホースできれいにしておきます。ちなみにトリミングしたブロードリーフとトンキネンシスはこちら。とんでもない量になっています。トンキネンシスの方は今度立ち上げる水槽に使用するので取っておき、ブロードリーフは適当な水槽にポイッと植栽しておくことにします。この時に傷んだ葉や焦げがついている葉は取り除くことで、こんな感じで収穫することができました。葉先が傷んでいるものもありますが、まだまだ元気に育ってくれそうなものばかりです。ただ30センチキューブ水槽の右奥のみで収穫できる量を余裕で超えてくるのは気にしたら負けです。トンキネンシスの方はこちら。組織培養から増やしたので根っこが塊になっていたんですが、一つ一つほぐしていきました。すると目立たない割に結構な量があってびっくり。これくらいあれば60センチ水槽の後継層として使えそう。懸念点があるとすれば、葉先が黒ひげなのかよくわからない、若干こびりついたような焦げが生えているところ。基本的に他のクリプトコリネは組織培養なので、できるだけ苔は持ち込みたくないですね。ということで、目視で一本一本傷んだり苔が生えている葉は取り除きました。株分けから剪定までだいぶ大変で時間がかかったのでもうしたくないです。2つ並べるとわかりますが、どちらもトレイいっぱいに収穫できています。奥に見える根っこはブロードリーフのものですね。根が長いと植栽しづらいですし、何より今までの状況から察するに、ブロードリーフはほっといても根がギッチギチに張るので、短くしておくくらいがちょうどいいです。例に漏れずトリミング後の撮影をしていなかったため、
2週間後の前景のブロードリーフをお見せします。こんな感じでカットしたことによって背丈は短くなったんですが、先ほどお見せしたぎっちり詰まった根は解決できていないです。今後この前傾部分に対しても何かしらアプローチをしていかないといけないですね。というわけで今回は後傾部分のトンキネンシスとブロードリーフをカットする動画でした。さすがにブロードリーフの根で低床ごとごっそり持ち上がったのは驚きましたが、それだけ水草が成長できる環境になっているということで、無理やりポジティブに捉えたいと思います。そんな感じで、この前傾部分に根がびっちりの30センチキューブ水槽の行方が気になる方は、ぜひチャンネル登録してお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。